今回は、日本で働くなら、必ず知っておかなければならない、ルールやマナーについてお話しします。私が日本で初めて働いたとき、体験した文化の違いや、日本特有の職場環境について、皆さんにわかりやすくお話ししたいと思います。この動画を最後までご視聴いただければ、日本での職場文化についての基本的な理解が深まり、皆さんが日本の職場で直面するかもしれない悩みや困りごとに対処するためのヒントが得られるはずです。特に日本の上下関係や敬語の使い方、飲み会文化など他の国にはない日本特有のポイントを中心にお話します。日本での仕事に興味がある方や、これから日本で働く予定の方は、ぜひ最後までご視聴ください。まずはじめにお話しするのは、職場での上下関係の重要性についてです。日本の職場では、上下関係を理解することが非常に重要です。日本では、この関係が仕事の進め方に大きく影響を与えます。新入社員や外国人が最初に学ぶべきことの一つが、この上下関係の基本です。日本の企業文化では、年齢や経験、職位によって敬意を表する方法が異なります。このため、正しい敬語の使用は必須となります。日本語には、敬語として知られる尊敬語や謙譲語があります。これらは日常会話だけでなく、職場でのコミュニケーションにおいても重要です。敬語を正しく使うことは、相手に敬意を表し、円滑な関係を築くために欠かせません。日本に到着して間もなく、地元の企業で働き始めた私は、日本語の敬語がいかに複雑であるかをすぐに理解しました。敬語は単なる言葉遣い以上のもので、尊敬や謙虚さの精神を表現する手段です。私の最初の挑戦は、直属の上司との会話でした。上司は、業界での経験が豊富な中堅クラスのプロフェッショナルで、彼に報告する際には、しますではなく、いたしますを使うべきだと同僚から教わりました。このような細かな違いが、相手に対する敬意をどのように示すかに大きな影響を与えることを学びました。さらに、会議で発言する際には、自分の意見を思いますではなく、存じますと表現することで、謙虚さを示すことが求められました。また、日本の職場では、話す態度や身振りも言葉と同じくらい重要です。例えば、上司が話しているときは、目を見てしっかりと聞いていることを示さなければならず、話が終わるまで、うなずきながら聞くことが礼儀とされています。これにより、相手に敬意を表し、自分の態度が尊重していることを明確に伝えることができます。この体験を通じて、日本の職場では単に仕事をこなすだけでなく、どのように敬意を表しながら仕事をこなすかが、同じくらい重要であることを学びました。敬語を正しく使い、適切な態度を保つことで、職場の信頼関係を築き、
より良い業務の流れを作ることが可能になるのです。これは、日本以外の多くの国では見られない特有の職場文化の一面です。また、私が日本の会社で初めてプロジェクトミーティングに参加した時の体験は、日本でのビジネスコミュニケーションの重要性を痛感させられました。その日、私はプロジェクトの進捗を報告するため、部長とそのチームの前で発表する機会を得ました。会議が始まる前、私の直属の上司から部長はとてもフォーマルなコミュニケーションを好むので、話し方には気をつけてくださいとアドバイスを受けました。実際に部長に話す際には、声のトーンをやや低く落ち着かせ、話す速度も普段より少し遅めに設定しました。これは相手に敬意を示すと同時に自分の言葉に自信を持っていることを表現するためです。発表中、部長が質問を投げかけたとき、私はすぐに答えを返すのではなく、一瞬彼の言葉を受け止める時間を持ちました。これにより、相手の完全な意図を理解し、適切な回答を用意することができました。また、質問に対する答えは、可能ですではなく、可能でございますという表現を使い、さらに敬語をたくさん使うことで、相手に対する尊敬の気持ちを示しました。また、発表が終わると、部長からのフィードバックを真剣に聞き、時折うなずきながら、全体の雰囲気を和らげるよう努めました。これにより、部長及び他のチームメンバーとの間に、柔らかな関係を築くことができ、プロジェクトがスムーズに進む一因となりました。この体験から、日本の職場では単に内容を伝えるだけではなく、どのように伝えるかも非常に重要であると痛感しました。声のトーン、話すスピード、表情、そして言葉遣いのすべてが、相手との良好な関係構築につながってくるのです。このような細かな配慮は、日本独自のビジネス文化の一部で、外国人としてこれを学び、身につけることが、職場で成功するための鍵となります。はじめは難しく感じるかもしれませんが、日本の職場文化の中で成長し、成功するための重要なステップです。あなたが外国人であれば、おそらくはじめはとても親切に教えてくれるでしょう。周囲の同僚や上司からのフィードバックに耳を傾け、日々の経験から学びを得ることで、徐々に慣れていくことができるでしょう。次にお話しするのは、日本の職場文化の中で特に理解しておくべき年功序列と先輩・後輩の関係です。これは単に年齢や職務年数が長いことを尊重するだけでなく、組織内での立場や役割に深く関わる概念です。日本ではこのシステムが業務の進行や決定過程に大きく影響を及ぼします。年功序列は、従業員が会社に長く勤めるほど、高い地位と尊敬を受けるというシステムです。これにより、年配の社員は自動的に若手社員よりも上の立場にあり、意思決定においても、
重要な役割を果たします。このシステムの背後には、経験に基づく知識と、その知識の伝達が尊重されるという文化的価値観があります。日本での仕事を始める際は、この概念を理解し、尊重することが非常に重要です。私が日本の会社に入社したばかりの頃、先輩と後輩の関係の深さに最初は戸惑いました。日本では、先輩は後輩の面倒を見るという文化が根強くあります。これは仕事の指導だけでなく、私生活でのアドバイスやサポートにも及びます。私の最初のプロジェクトでは、先輩が細かくフィードバックをしてくれることにより、仕事の質を格段に向上させることができました。また、年功序列のシステムも非常に印象的でした。職場での地位や尊敬は、その人が会社に勤めている年数に大きく依存しています。新入社員として、私は会社のルールや文化を理解し、それに沿って行動することで、先輩からの信頼を得ることができました。例えば、会議では常に先輩が意見を言うのを待ち、自分の意見はそれに基づいて慎重に述べるようにしました。このような文化の違いに適応するには、観察と学習が欠かせません。日本の職場では、自己主張より調和が重視されるため、時には自分の意見を控え、チームの意向に合わせることが求められる場面もあります。これが日本での仕事で成功するための鍵となります。外国人として日本の職場に飛び込む際は、これらの社会的構造を尊重し、積極的に学ぶ姿勢を見せることが重要です。はじめは戸惑うかもしれませんが、先輩との関係を大切にして、年功序列の文化を理解することで、職場での人間関係がスムーズになり、仕事の効率も大きく改善されるでしょう。次にお話しするのは、職場のメンバーとの飲み会文化についてです。日本の職場では、飲み会文化として知られる独特のコミュニケーションの場があります。これは単なる社交イベント以上の意味を持ち、ビジネスの成功や職場での人間関係にも大きな影響を与えます。ここでは飲み会の意義と目的、そのマナー、そして参加を断る際の上手な方法についてお話しします。日本の職場での飲み会は単に楽しむためだけではなく、チームの結束を固める重要な役割を果たしています。これは社員同士の壁を低くして、オフィス街でリラックスした環境の中で、お互いをより深く知る機会を提供します。飲み会は上司と部下間の公式な場ではなかなか話せない話をする場としても機能します。このようにして信頼関係を築き、職場の雰囲気を和らげるため役立てられています。私が参加した最初の飲み会は、私にとって目から鱗の経験でした。それまでの職場環境とは異なり、日本では職場の飲み会がチームビルディングの一環として、
非常に重要な役割を果たしていることを実感しました。入社して間もない頃、私は部署の全員が参加する歓迎会に招待されました。この飲み会は、新入社員である私が同僚や上司と非公式な環境で交流する絶好の機会でした。会の序盤、私はただ静かに座って、周りの人々がどのように振る舞うかを観察していました。飲み会が進むにつれ、普段は固い上司も、リラックスして私生活の話や趣味について話し始め、職場では見せないような一面を見ることができました。特に印象的だったのは、部署のリーダーがオフィスでは決して話されることのない、職場の将来の計画やチームのビジョンについて話し始めたことです。この時、飲み会がただの社交イベントではなく、情報が開示されたり、カジュアルなアイデアが自由に交換される場であることを理解しました。また、このような場を通じて、チームメンバー間の信頼が深まり、普段の業務においても協力しやすい関係が築かれるのです。この体験から学んだことは、日本の職場では飲み会がただの付き合い以上の意味を持つということです。それは職場の壁を取り払い、リラックスした環境でのオープンなコミュニケーションを促進するための重要なツールであり、新しい社員がチームに溶け込むための助けとなります。そのため、日本での成功を望むなら、この文化を理解し、積極的に参加することが不可欠です。そして、飲み会においても、いくつかのマナーが存在します。例えば、自分より地位が高い人には、先にお酌をするのが一般的です。また、他の人のグラスが空になったら、積極的にお酒を注ぎ、自分のグラスは他人に注いでもらうことが礼儀とされています。食事の注文は年長者や上位者が行うことが多く、自分が中心となって注文することは避けるべきです。これらの行動は尊敬と敬意の表現として非常に重要です。もう一つ、日本での飲み会は職場の文化の一部であり、積極的な参加が期待されていますが、参加できない場合の断り方にも工夫が必要です。私の経験では、日本での適切な断り方を学ぶことは、職場での円滑な人間関係を保つ上で非常に重要でした。ある時、私は体調不良のため、予定されていた飲み会に参加できない状況にありました。日本の職場では、急なキャンセルはあまり好ましくないため、私はできるだけ早く上司に直接連絡を取りました。具体的に体調が優れないということを説明し、大変申し訳ありませんが、今回は参加を見送らせていただきます。次回の機会には、ぜひ参加したいと思いますと伝えました。この時、上司からは、体調を第一に考えて、しっかり休んでくださいと、大変理解ある返答を得ることができました。日本では、相手に敬意を表すことが非常に重視されており、
断る際にもその理由が正当であれば、通常は理解してもらえることが多いのです。この経験から学んだことは、職場の飲み会を断る際は、明確かつ礼儀正しく理由を述べ、可能な限り、前向きな姿勢を示すことが大切である、ということです。これにより、職場での信頼関係を損なうことなく、自分の立場を守ることができます。次にお話しするのが、日本の職場での残業についてです。日本の職場では、残業が一般的な風景となっており、その文化を理解することは、日本で働く上で、避けては通れない道です。ここでは、なぜ日本で残業がこれほどまでに普及しているのか、効率的な残業の進め方、そしてワークライフバランスをどのように保つかについて詳しくお話しします。日本での残業文化は、初めてその現場に足を踏み入れた外国人にとって、驚きと挑戦の両方を提供するでしょう。私の体験も例外ではありませんでした。日本の企業に入社したばかりの頃、残業がいかに日常的なものかを目の当たりにしました。私が勤めていたのは、東京の中心にある一流企業で、残業はほぼ毎日のように発生していました。入社初日、周囲の同僚がどれだけ遅くまでオフィスに残っているかを見て、深い驚きを覚えました。普通の日でも彼らは夜遅くまで働き、時には真夜中近くまでデスクに向かっていることもありました。最初の数週間は、私も彼らに合わせて残業を続けましたが、体力的にも精神的にも持たないことがすぐに明らかになりました。この生活が続けば、仕事の効率は落ち、健康を害することも明らかでした。多くの国では、定時で仕事を終えることが一般的であり、残業が発生する場合、それに対する残業代の支払いがしっかりと行われます。しかし、日本ではサービス残業と呼ばれる無給での超過労働が未だ存在します。これは法律で禁止されているにもかかわらず、企業文化や職場のプレッシャーにより黙認されることが少なくありません。私が勤めていた会社では残業が日常的で、就業時間が近づくと誰も席を立つことができませんでした。私の上司は周りがまだ残っている中で、帰ることに罪悪感を感じさせるような発言はせず、仕事が終わったらすぐに帰るべきだというスタンスをとっていました。そのため、私は比較的早く職場を離れることができましたが、他の部署の下で働いている多くの同僚は、夜遅くまで残っていました。ある日、私の直属の上司が、プロジェクトの締め切りに向けて、残業をしているのを目にしました。通常、他の社員には、定時退社を促す人物でしたが、その日は、このプロジェクトが終わるまでは、一緒に頑張ろうと、全員に呼びかけました。そしてこの時は、この上司が帰るまで私たちは帰ることができなかったのです。
やはりこの上司も、自分が残業するときはチームの人も一緒に残業をさせるんだと。この日本特有の残業エチケットに私は苦笑いしかできませんでした。私の出身国では仕事が終われば直ちに帰宅し、自分の時間を楽しむのが当たり前ですが、ここ日本では上司が帰るまで帰宅しないという無言のルールが存在しています。しかも、その待ち時間は、まるで役に立たない時間のように感じられました。オフィスでぼんやりとしたり、何かしら作業を見つけて、忙しそうに見せかけたりするのです。この習慣は、明らかに効率的ではありません。もし上司が遅くまで残るタイプなら、部下はただ座って時計を見つめ、家に帰りたくてうずうずしているだけです。ある日、私は思い切って、先に帰らせていただきますと、上司に声をかけました。驚くほど彼は快く承諾してくれました。それから、私はこのおかしなルールに挑戦する決心をしました。結局、効率的な仕事をするためには、賢く働き、無駄な残業を減らすことが最良です。日本の残業文化にはっきりと願望を伝えるこの行動が、職場に小さな変化をもたらし始めたのです。他の同僚も徐々に自信を持って、仕事が終わったら帰る。という当たり前の権利を行使し始めました。少しずつですが、私たちの職場は働き方改革の波に乗り、健全なワークライフバランスへとなり始めたのです。そして、あなたが選ぶ職場が残業を無駄にさせるような職場じゃないといいですね。次にお話しするのは、日本企業で働く新入社員についてです。日本での新入社員の立場も、諸外国と比較して独特なものがあります。新人なので、勉強のために簡単な雑務から任されるのは、どこの国でも同じだと思いますが、その他にも、各種飲み会のセッティングや幹事、社員旅行に関する手配、社内イベントの企画、実行、などを、新人だからという理由だけで任される風潮がある会社は少なくありません。少し面倒でプレッシャーも感じるかもしれませんが、同期仲間と一緒にできるだけ楽しんでみましょう。日本の企業に入社する新入社員は、多くの期待とともに多様な役割を担います。初期段階では、基本的な業務スキルの習得が求められる一方で、社内のネットワーキングやチームビルディングの活動も重要です。これは、職場の文化やコミュニケーションスタイルを理解し、職場での立ち位置を確立するために不可欠です。特に、新入社員には、職場での社交イベントの企画や運営が任されることが多く、これには飲み会や社員旅行の手配が含まれます。これらの活動は、表面的には単純なイベントの企画に見えますが、実際には職場のシニアメンバーとの関係構築や職場文化への適応を促す重要な役割を担っています。新入社員がこれらの活動を通じて示す能力と態度は
将来的なキャリアパスに大きな影響を与えることがあります。私が新入社員だった頃の最初の大きな任務は、会社の社員旅行の全体的なコーディネーションでした。このイベントの成功は、企画の細部に至るまでの綿密な準備と、かなり責任感のある役割を担当していました。実際には、旅の計画、交通手段の手配、宿泊施設の予約、さらには各種アクティビティの調整を含む。複雑なタスクで、初めての経験だったため、圧倒されることも多々ありました。これらの経験は、当初は大変なプレッシャーと感じましたが、振り返ると職場での人間関係の構築や、効果的なコミュニケーションの方法を学ぶ大きな機会でした。新入社員として、これらの責任を果たすことで、自信を持って仕事に取り組むことができるようになり、自分のキャリアにおいても大きなステップアップとなりました。次にお話しするのは、長期にわたるお休みの取り方についてです。日本で働く場合、長期休暇を取る方法とその計画は、多くの外国人にとって新たな挑戦です。日本の企業文化では、長期にわたる休暇を取ることは一般的ではなく、特に新入社員や若手社員には難しいことが多いです。しかし、適切な計画と職場でのコミュニケーションを行えば、必要な休暇を取得することが可能です。ここでは、休暇の計画方法、職場への配慮、そしてスムーズな職場復帰のためのコツについて、詳しくお話しします。日本で長期休暇を取る場合、まずは十分前もって、上司や人事部に相談することが重要です。休暇の計画を立てる際には、職場のスケジュールを考慮し、業務に支障が出ないようにする必要があります。また、休暇の理由をはっきりと説明し、その間の業務のフォロー計画も提案することが望ましいです。これにより、上司も休暇を承認しやすくなるでしょう。例えば、私が昨年末に2週間の休暇を取得した時の流れです。まず、休暇を取る3ヶ月前に、上司に直接連絡を取り、休暇の意向を伝えました。その際、職場のスケジュールを事前に確認し、年末の繁忙期を避けて、プロジェクト終了後のタイミングを選びました。次に、休暇中に予定されていたタスクや、プロジェクトの進行状況を洗い出し、同僚や後輩に業務を引き継ぐためのドキュメントを作成しました。引き継ぎのためのミーティングも予定し、それぞれのタスクがスムーズに進むよう詳細に説明しました。休暇中も緊急時の連絡方法を確立しておくと、職場からの信頼を保つことができます。休暇が終わりに近づくと、私は職場の最新情報を得るために、メールで職場に連絡を取りました。これにより、重要な更新や変更があればすぐに把握し、復帰初日から即座に業務に取り組むことができました。この経験から、復帰前の適切な準備とコミュニケーションの重要性を実感しました。
復帰後は積極的にコミュニケーションをとり、必要な調整を行うことで、休暇の後も職場での生産性を保つことができるのです。日本での労働環境では、このような取り組みが職場の信頼を築き、スムーズな職務復帰を可能にします。次にお話しするのは、仕事での服装についてです。日本での職場では、服装が非常に重要な役割を果たします。特にビジネスカジュアルとフォーマルの区別は、外国人にとっては、初めての体験であることも少なくありません。ここでは、ビジネスカジュアルとフォーマルの違い、職場における服装の重要性、そして適切な服装の選び方について詳しくお話しします。これらの知識は日本での仕事で成功するために欠かせないポイントです。日本では多くの企業でフォーマルなスーツ着用が基本とされていますが、近年ではビジネスカジュアルの受け入れも進んでいます。ビジネスカジュアルではネクタイやジャケットが不要な場合もありますが、クリーンで整った印象を保つことが求められます。一方、フォーマルな場ではスーツとネクタイが必須で、非常に整った服装でなければなりません。この区別を理解し、場面に応じた服装を選ぶことが重要になります。日本での職場では、服装が大きな影響を与えることを、私は痛いほど経験しました。初めての会社での新人研修の日、私はビジネスカジュアルを選んだつもりが、実際にはカジュアルすぎる格好だったみたいです。研修の初日、私はポロシャツにチノパンツを着用し、周囲の新入社員は、ほぼ全員がスーツ姿でした。その場の空気は一変し、私は自分の選択がいかに場違いだったかを痛感しました。その日の終わりには、上司から服装についての注意を受け、次の日からスーツを着用するよう指示されました。この経験から、日本の職場では、フォーマルがどれほど厳格に解釈されるかを学びました。また、この失敗は私にとって大きな教訓となり、以降はどんな職場環境でも、最初は必ずフォーマルな服装で臨むように心がけるようになりました。母国では、職場での服装規定はかなりリラックスしていて、多くの場合、ビジネスカジュアルが一般的です。例えば、男性はポロシャツやカジュアルなシャツにチノパンツを組み合わせることが多く、女性も同様にカジュアルなブラウスとスラックスやスカートを着用します。スーツを着る機会は重要な会議やクライアントとのミーティングの時くらいで、日常的には必須ではありません。適切な職場服装を選ぶには、まずはその職場のドレスコードを理解することが重要です。入社初日や面接の際は、可能な限りフォーマルな服装を選び、その後は職場の標準に合わせます。また、季節に応じた服装を心がけることも大切です。夏場は涼しい素材のスーツ、冬場は暖かい素材のスーツを選ぶなど、季節感を大切にすることが快適に過ごすための鍵となります。
このように、日本での職場では服装が業務の一部として非常に重要視されています。適切な服装を選ぶことで、職場での印象を良くし、プロフェッショナルな関係構築に貢献できます。服装を通じて、自己表現と社会的な期待をバランスよく管理することが求められるのです。文化に応じた適切な服装をすることが大切ですよね。次にお話しするのは、日本企業の時間の厳しさについてです。日本の職場では、時間厳守が非常に重視される文化があります。この文化は日本人の仕事に対する姿勢を反映しており、遅刻は非常に悪い印象を与えます。日本では、時間を守ることが、個人の責任感や信頼性を示す重要な要素とみなされています。この文化は日本の教育システムからも強化されており、学校教育の初期段階から時間を守ることが厳しく教えられます。企業でもこの原則は引き継がれ、すべての従業員に対して厳格な時間管理が求められるのが一般的です。時間を守ることは他人に対する尊敬とも関連づけられており、時間を守ることで他の人の時間も尊重していると評価されます。日本に来たばかりの頃、私は会議やアポイントメントにちょうどいい時間に到着することが礼儀だと考えていましたが、日本の文化ではそれが通用しないことをすぐに学びました。ある日、重要なプロジェクトの打ち合わせがありました。私は準備に手間取り、計画していた到着時間より5分遅れてしまいました。日本では5分前行動が基本であるにもかかわらず、私は開始時刻ぴったりに会議室に到着したのです。まあ、セーフだろうといつも通り、部屋に入ると、すでに全員が席についており、私のちょうどの時刻に到着したことが、明らかに会議の流れを乱したことを感じました。その時の上司の表情と会議の間に感じた緊張感は今でも忘れられません。この経験から私は日本での時間厳守の文化を真剣に受け止めるようになりました。それ以降、どんな小さなミーティングや社内の集まりであっても、必ず最低でも10分前には到着するように心がけています。また、時間管理を徹底するため、スマートフォンのアラーム機能を駆使して、移動時間や準備時間を常に計画に入れるようにしています。また、万が一の交通遅延などを考慮して、常に時間に余裕を持って行動することが推奨されます。このように、準備をこれでもかと思うくらい徹底することで、予期せぬ遅延を防ぎ、時間厳守の文化にしっかりと適応することができます。次にお話しするのは、同期との関係性についてです。日本での職場において、同期との関係は特に重要です。同期とは、同じ年に同じ会社に入社した仲間たちのことを指します。日本では、新入社員研修で多くの時間を同期と共に過ごすことから、自然と絆が形成されます。
この絆は、職場でのサポートシステムの基盤となり、ストレスの多い状況や、新しいプロジェクトに取り組む際の心強い支えとなります。同期との関係は、単なる同僚以上のものに発展することが多く、プライベートな時間を共に過ごすことも少なくありません。また、職場でのプロジェクトやタスクにおいて、同期間で情報共有や助け合いを行うことは一般的です。この協力関係は、仕事の効率を大幅に向上させることができます。例えば、ある同期が特定のスキルに長けている場合、他の同期がそのスキルを学ぶ機会を持てることがあります。このような協力は、個々の成長だけでなく、チーム全体の成果向上にもつながります。私は初めてのプロジェクトで、同期と協力することで、とてもうまくやり遂げることができました。私たち新人は、あるシステムを作る仕事を任されました。チームには、パソコンが得意な同期と、人と話すのが得意な私がいました。ある時、システムに問題が起こりました。パソコンが得意な同期は、すぐに技術的な問題を解決し、私はその解決策を顧客に説明することで事なきを得ました。この協力により、問題を早く解決することができ、顧客からも良い評価を受けました。この経験から、同期と力を合わせることの大切さを学びました。お互いの得意なことを活かし合うことで、一人では難しい問題も解決できるし、チーム全体も強くなります。同期と協力することは、仕事をうまく進めるためにとても重要です。どうでしたか？学びになったパートはいくつありましたか？日本は何に関しても細かい国です。仕事のルールやマナーについても、例外ではありません。はじめはこのルールに戸惑うことでしょう。しかし、日本で仕事をし、生活していくなら、絶対に覚えておかなければならない。超重要事項ばかりです。今回お話しした仕事に対する文化は、すべての職場に当てはまるとは限りません。ですが、このお話を覚えておくと、きっとあなたの役に立ちます。あなたも、日本での人間関係に悩みながら、無理しすぎない程度に頑張ってくださいね。このチャンネルでは、外国人が日本を経験して感じたことや、学んだことを語っていきます。動画のテーマにしてほしいことがあれば、コメント欄に書き込んでもらえると嬉しいです。これからも外国人が日本で感じた体験談を語っていきますので、高評価とチャンネル登録も忘れずにお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。